皆さんこんにちは、タサン島です。今日はオムライスを作りたいと思います。はい、オムライスはいろんなオムライスがあると思うんですけど、今日は巻くタイプと、あとうちでいつもやっているトロトロの半熟卵を乗せるっていうバージョンも両方やっていきたいと思います。それではまずベースの、チキンライスというかケチャップライスというか、そっちから作っていこうと思います。でまず野菜から炒めていきます。でオムライスはお肉、今日は鶏肉を入れようと思うんですけど、野菜はなんかこうシャキッと炒まっているよりかはじっくり柔らかく炒まっていて甘みが出ている方がいいと思うので、まず野菜から炒めて、その後にお肉をプラスしていこうと思います。でお肉ももちろんこの焼き付けて旨味を出せば美味しくはなるんですけど、今回は細かく切って野菜と馴染むように炒めていくので、先に野菜、その後に塩コショウしたお肉を同じ鍋に入れて炒めるっていう方法でやっていきます。はい、ではまず今日はこの野菜が冷蔵庫にあったのでこの種類を炒めていくんですけど、まず一番最初にやっぱり甘みが強い玉ねぎから切りながら炒めて、でその炒めてる間に違う野菜を切ってやっていきます。でこれ今日は庭に生えてた、あんまりちょっと成長してないんですけど、パプリカもあるのでこれも使っていきたいと思いますが、玉ねぎ、パプリカ、ピーマン、人参の野菜を使います。野菜は何でもよくてズッキーニとかキノコとか入っても美味しいですし、本当に、何の野菜でもできると思うので、冷蔵庫に余ってる野菜とか好きな野菜を使ってみてください。炒める順番としては甘みも持っている野菜から順番にやっていく。でピーマンみたいに色を飛ばしたくない野菜は最後の方にするとか、そういう感じでやるといいと思います。で切る前に、鍋にフライパンでもいいし、鍋私はこの深みのある鍋でいくんですけど、フライパンでもいいのでサラダ油かオリーブオイルかどっちでもいいです。大さじ1杯ぐらい入れておきます。そしたら玉ねぎの皮を剥いて、はい、1センチぐらいの幅で角切りにします。はい、じゃあ玉ねぎから炒めていきます。一つまみ塩します。火をつけます。最初は強火で大丈夫です。音がするまで強火で大丈夫です。で次に人参、硬そうなものを切って炒めます。はい、どうぞしてきたので弱火にします。で反応があるぐらいの弱火で炒めていきます。人参を同じくらい1センチぐらいの角切り。はい、パプリカ、ピーマンの順で切っていきます。はい、じゃあ塩をもう一つまみ足しておきます。はい、そしてピーマンは色が飛んでほしくなければ鶏肉の後に入れてでもいいですし、私は今日はもう色は関係なくもう炒めてしまおうと思います。野菜を切りながらよく音を聞いてパチ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 言い始めたらもう焦げ始めてくる時なので、また水分のあるジューっていう感じの音がしていることを聞きつつ、こっちで野菜を切っていってください。で火加減たまに調整しながらだんだん
水分が抜けてくるとパチパチ言ってきたりするので、よく音を聞きながらやるといいと思います。今日は、鶏もも肉を1枚使おうと思うんですけど、これの鶏もも肉にしっかりめの塩コショウを、私も胡椒は好みですけど塩をします。でこのオムライスやっぱりケチャップで味をつけるので、結構なんか甘く重たくなりやすいので、それが好きな人ももちろんいらっしゃると思うんですけど、うちだと結構量をたくさん食べる、みんな量をたくさん食べるので重たくなりすぎちゃうので、野菜はじっくり塩をして甘く仕上げて、お肉の方にはしっかりめに塩をして、そこで旨味をちゃんと引き出してあげて、でこの口に入れた時のアクセントになるぐらいの感じで塩をしていきます。で今日鶏肉ですけど、もう本当に何でも違う部位でもいいですし、あと豚肉でもいいですし、ベーコンでもいいです、ソーセージとかでもいいですし、あと塩サバ、塩鮭とかシーフード、イカ、エビみたいなシーフードでもいいので、ポイントはちょっと濃いめの味、ベーコンとかしっかりついてますけど、そういうベーコンとかのイメージになるぐらいしっかりしておきます。はい、しっかり水分を取ります。はい、じゃあ小さく細かくカットします。1センチ、2センチぐらいですかね。はい、じゃあ塩コショウしっかりめにしていきます。結構しっかりです。はい、よく揉み込んで全体に行き渡らせます。はい、じゃあこれをここに移してさっと火を入れていきます。少し火を強くします。はい、じゃあだいたい火が入ったら大きめの塊を味見をしてみて、ちゃんと火が入ってるかどうか確認してください。そして、それと同時に野菜も一緒にちょっと食べてみて、全体的にこれからご飯が混ざるんですけど、しっかり味がついてるかどうかを確認します。はい、塩味は大丈夫そうなので、ここにご飯を混ぜていきます。はい、こんなもんかな。じゃあ今2合ぐらいご飯が入ったので、火をつけます。で今のご飯は炊いてちょっと、そうですね、時間が経ってもう炊いたらってすぐ電源を抜いちゃうので、ちょっと冷めてる状態なんですけど、炊きたてだと結構べっつりしちゃうので、私はよく冷凍ご飯が溜まってきたなと思ったらオムライス作るんですけど、あまり炊きたてのちょっと水分がいっぱい含んだようなご飯じゃない方がいいのかなというふうに思います。じゃあこれをちょっと切るような感じ、ご飯を潰さないように具材と混ぜていきます。でちょっと温度が上がりすぎていたら少し下げます。中火ぐらい。
はい。で、全体的に具材が混ざったらケチャップを入れていくんですけど、ここで一回味見をしておきます。で、ケチャップは私あんまり入れたくなくて、ここで美味しいって思えるぐらいの感じで多分塩加減がなっていると思うので、それをちょっと一度確認しておきます。じゃあ、全体的に混ざったので、ここでケチャップを入れていきます。結構これだけ食べてもピラフとかそのぐらいの感じで味はついてると思うので、このちょっともうないですね。今大さじ2杯ぐらい入りました。ちょっと火をつけながら、ちょっとケチャップの香りを炒めて香りを出してあげるとまた香りが立ってくるので、大さじ2杯もう1杯入れれそうですね。あとはもうどのくらい入れるか味を見ながらやっていけばいいと思うんですけど、もうこのぐらいでもいいって思えるかもしれないし、結局卵が乗っかってそこにまたケチャップを、かけて仕上げるので、ここが結構決まりすぎちゃうと後で上にかけたケチャップ卵だけだとちょっとなんか重たいっていうか受け止めきれないような感じになって、結局すごく重たく甘くなりすぎちゃうのが私はあんまり好きじゃなくて、ここはちょっとケチャップは控えめな感じで作ります。もう一杯入れとこうかな。まあちょっと使い切りたいっていうのもあるんですけど、大さじ3杯ぐらい入りました。はい、あとはまた全体的にこう混ぜながらケチャップも炒めていくっていう感じです。じゃあ全体的に混ざったので味見をします。これでケチャップライスの方が完成したので、これをうちはいつもトロトロの半熟卵を上に乗っけてこのままテーブルに出しちゃうんですけど、今日は1個だけ包む方の、オムライスもやってみたいと思います。はい、ではお皿を先に用意して、あと卵、今日は小さいフライパンで作ろうと思います。そして、卵は2個使います。ただ卵1個でも1個で包めるかな。小さければ1個でいけると思いますし、あとどのぐらい卵を乗せたいかとか、どのくらいの量で包みたいかっていうのは好みなので、2個でもいい3個でもいいしっていうところなんですけど、今日は2個使います。で、卵が増えれば増えるほど薄焼き卵みたいな感じでは焼けなくなっちゃうので、もし3個にしたいとかちょっと卵を多めにしたい人は途中まで半熟卵を作るような感じでゆっくり大きく混ぜながらトロトロの状態を作って、そして手を止めて下の表面のところを焼き固めて、そこにご飯を入れてくるむとうまくいくと思います。で、今日は2個なので、そんなに大変じゃないと思うんですけど。で、こっちには卵には味をしないでおきます。ケチャップも乗りますし、はい、しっかり腰を切っておきます。そしたらフライパンに油をひいて、これはバターでもサラダ油でもオリーブオイルでもっていう感じですね。あ、もうないな。大さじ1杯ぐらい強火にします。しっかり熱してください。わからなければ、こういうふうに手をかざして感じるか、もしくはちょっと落としてみて一瞬でジューとなるかっていうのを見ます。しっかり熱したら卵を一気に入れます。で、このぐらいだと少しこうぐるぐるっとやって、あとは広げます。ここにご飯が乗るので少し大きめに広げておいて、
半熟具合は好みがあると思うので、私結構半熟好きなので半熟にしといて、垂れない程度の半熟にしといて、で私は右利きなので右手でお皿にこう移していくので、ここに取っ手があるので取っ手に対してこういう感じ、斜めにこういう風に傾けるので斜めにご飯を置きます。3分の1ぐらいの場所です。圧量はもう好きなだけ、こんな感じかな。バランスよく。はい。そしたらこのままちょっと揺すると端っこの方がくるんと回ってくるので、このままずらしてフライパンの上に置きます。そしたらちょっと小刻みに揺らしながらくるんと、はい。あとは手でちょっと整えていきます。こう端っこをとんがらせるような感じで、反対もこうして、こんな感じかな。ちょっと割れちゃったかな、大丈夫か。ちょっと半熟にした時にここ筋が入ってしまいましたけど、ちょっと遅かったですねもうちょっと早くすれば。でこれでケチャップをかけて食べるんですけど、こういうタイプにする時はケチャップで子供によく絵を描いてあげるので、コルヌを作って、ちょっと長方形にオーブンシートを切ってもらって斜めに折ります。そしてはい、でこれ切って、はい、直角のこの短い方のところを2本の中指と人差し指で持って三角に巻いていきます。で最後ここの部分をちょっとこうゆらゆらしながらしっかりここ尖らせてあげて、で尖らせたらもう今度こっちを引っ張ってないと緩くなってきちゃうので、こう引っ張りながら親指でこう上の方に引っ張りながらここで中に折り込みます。はい。で安定するまで何回か中にこう折り込んであげるとこういうのができるので、余裕があったらしかやらないんですけど、この中にケチャップを入れて、この中にケチャップを入れます。そしたらここがどうしても緩んでくるので、ここを真ん中に来るように持ってきて、こっちに引っ張りたいのでこっち側にこっちと反対側に折り込みます。こうですね。だからこうしてこれでペンのようになるので、あとは切りたい、どういう風な太さにしたいかっていうところで自分で切ってもらって、じゃあこうやって子供にリクエストを聞いて、はい、こんな感じで自分に余裕がある時はこういうタイプどっちがいいって子供に聞いて、包むタイプって言われたらじゃあ絵描いてあげるねみたいな感じでリクエストそれぞれ3人分のこれ描いてとか、なんかトイストーリー描いてとか、いろいろ昔なんですけど鬼滅の煉獄さん描いてとか言われるので携帯見ながらこう一生懸命描いて、そういうのも楽しいかなと思います。はい、でも基本的にはすっごくやっぱりバタバタの状態で晩ご飯作ってるのでこういうことできなくて、半熟のとろとろ卵をここの上に乗せて、でテーブルの上でうちの
長男が卵があんまり好きじゃなくて、ほとんど卵取らないので、好みで取って、で自分で好きなだけケチャップかけて食べてもらうっていう感じにしています。なので半熟卵の方もやってみたいと思います。はい、では、上にのせる卵はもう好きなだけなので、うちは今日は6個ぐらい使いたいと思います。はい、じゃあ6個。はい、しっかり混ぜたので火をつけて、油大さじ1杯ぐらい入れます。オリーブオイルでやるとオリーブのちょっと爽やかな香りがつきますし、バターだと少し甘さが出るので、油は何でもいいんですけど、そういう違いがあるので、もし悩んだ時はその卵に風味を持たせるかどうかっていう問題なので、別に必要なければサラダ油で大丈夫です。じゃあここしっかりまた温まったかどうか手をかざして、もしくは入れてすぐ反応するかどうか確認をして、全体的に流していきます。この入れた時にジューというぐらいがいいと思います。そのぐらいまで熱してほしいです。そして少し置いて固まってきたら引っ張る。でこの反対側も引っ張る。でこっち側も引っ張る。これを繰り返します。少し固まってきたら大きく。はい。そしたらこの辺まで来たら、ちょっとこの酔った部分をこう集めてあげて、もうこの半熟の状態でここに流し込みます。はい、こういう感じで。今日はオムライスを作りました。ポイントとしては、野菜をじっくり炒めて、お肉も比較的柔らかめに火を入れてあげることで、口に入れた時にケチャップライスとご飯と、いい感じで混ざり合うじゃないかなと思います。あとは味の付け方は、お肉しっかり旨味のあるものをしっかり旨味を引き出してしっかりめにすることで、全体的な塩分量とかケチャップの量が減るので軽く食べられるのかなと思います。はい、分量は概要欄のところに載せておきます。それではさようなら。はい、では味見してみたいと思います。卵を2つ使ったので、結構卵の存在感結構あるような感じです。で、中やっぱりしっとりしてて、野菜も柔らかくて、でお肉もしっかり味がするので、そんなになんかケチャップしてないんですけど、ちゃんとそれぞれの旨味が、出ていてまとまっているかなと思いました。